おはようございます。なごみけです。今回は1月から3月までに購入したアイテムの中で特に皆さんにおすすめしたいもの、自分が買ってよかったと感じるものをご紹介していきたいと思います。まずはアップデートされた僕の持ち物から。一つ目はこちら、ナッシングヘッドホン1です。単体でも動画でご紹介しましたが、とにかくこの見た目に惹かれました。ヘッドホンは特にファッションアイテムとしての側面も強いということで、見た目、機能、値段、これらのバランスが優れているものがなかなか見つかりにくいんですよね。半年ほど迷った末、こちらのナッシングヘッドホン1を購入しました。一般的なヘッドホンよりも少しだけ値段が抑えめに作ってある分、どうしても音質だとか、あと特にノイズキャンセリングに関しては、そこまでめちゃくちゃ強いというわけではないですね。そちらを重視したいのであれば、もう普通に AirPods Pro とか、イヤホンですけど、それを購入するのがおすすめです。ただ、このナッシングヘッドホンでしか享受できない楽しさみたいなのもあって、この物理ダイヤルの触覚のこの心地よさだとか、ファッション全体の中で主張してくるんだけど、でもホワイトやグレーがベースなので、浮きすぎるということもない。こういったバランス感。あと、もうほとんど充電を忘れるくらいにはバッテリー持ちが長い点などなど、日常的に使う上ですごく満足感の高いヘッドホンになりました。続いてはこちら、Apple Watch バンドです。ノマドのストラトスバンド。以前にもご紹介したバンドではあるんですが、今年に入って別のカラーを購入してしまいました。このラバーのカラーがですね、全部で今新しい色も増えて4色ほどあるんですよね。で、僕はやっぱり発色の良いビビッドなカラーが好きでして、以前まではオレンジを使っていたんですが、今はこのイエローのボルトというカラーをメインで使っています。チタン素材の Apple Watch Ultra ととても相性のいい、ほとんど同じカラーリングのこのナチュラルチタニウムのカラーですね。高級感はあるんですが、そこまでジャラジャラとしていないというか、Apple Watch って日常のファッションに溶け込むのも大事なんですが、アクティビティを計測できるメリットを享受する上では、やっぱりスポーツウォッチとしても使いやすいような見た目である、バンドとかが大事になってきますよね。このバンドはそのちょうどいいバランスっていうのに一つ取り組んだ形なんだろうなと思います。さっきのヘッドホンと合わせて直近のテックっぽい服との相性がすごくいい感じがあります。続いてはこちら、アンカーの充電器になります。10,000mAh の三位一体の充電器、モバイルバッテリーですね。以前までこの類の製品だと僕はシャージの 3-in-1 チャージャーを使っていました。これでも、特に見た目の面では僕シャージの方が気に入っていたりもするんですが、やっぱり大きさや重さの点でアンカーは一つね、日常使いという点では軍配が上がるんですよね。最近荷物の軽量化に取り組んでいる自分としては、どうしてもできるだけ小さく軽くしたいなというふうに思っていました。性能はそちらのシャージのものと同じです。10,000mAh のモバイルバッテリー、そして 30W の充電器、また内蔵の USB-C ケーブルがあって、これ1個でコンセントに挿しながらモバイルバッテリーを充電して、かつそのままデバイスも充電できるというようなアイテムになっています。最悪お出かけにはこれ一つさえ持っていけば安心感があるというのが一番の魅力です。僕はですね、もう最近本当に AI ばっかり使っているせいで MacBook のバッテリーの消費量がすごく増えたんですよね。なのでなかなか MacBook の充電が1日持たなくなってきているので、ほぼ毎日のように使っていますね。内蔵のケーブルは若干短めです。コンセントに挿したりして使う場合には別途ケーブルを持っておくと便利かもしれません。荷物の完全な定番になってきています。続いてはこちらの小さい USB-C ケーブルです。キャップを外すと短い USB-C ケーブルになるんですよね。13センチの全長を半分に折っているような形ですごくコンパクトにケーブルを1本持ち運べます。短いケーブルって意外と1本持っておくと何かと便利なんですよ。突然持っているデバイスをパソコンとか、あとスマホに接続したいみたいに思った時とか、あとは先ほどのモバイルバッテリーのようなケーブルを内蔵しているんだけど、でも2台同時に充電したいみたいな時にこのケーブルはすごく便利です。
以前までエゾフレックスという、ブラックのケーブルを持っていたんですが、全長さらに短くできるというポイントでこちらに乗り換えました。値段も1000円前後とものすごく安価ですし、なんだかんだでですね、240W に対応、普通に便利なケーブルでもあります。ぜひね、一つポーチに忍ばせても、特段負担はないので検討してみてほしいです。そして動画でもご紹介したこちらのサテチのマグセーフウォレットです。もうこれは僕の持ち物を結構大きく変えてくれたアイテムですね。手ぶらでの出歩きを実現することができました。中には僕はクレジットカードと、あと身分証、そして、現金お札1枚と家の鍵を入れています。これをスマホにマグセーフでくっつけるだけです。詳細な内容はぜひ概要欄から専門の動画を見ていただければと思うんですが、カードを入れられるだけではなくて、スタンドとして機能するというのも僕が欲しいアクセサリーの要件を満たしてくれています。今持たなければいけないギリギリを攻められたんじゃないかなと思います。続いてこちらの iPad mini のケースです。ピタカの Mag-Easy Folio 2 for iPad mini。一見 Apple 純正のスマートフォリオと同じような製品に見えるんですが、こちらは iPad mini を縦でも置いておけるというのが大きな特徴になっています。この縦、最近になって僕はものすごく恩恵を受けています。というのも外出先で、普通にメインディスプレイは、自分の仕事をするんですけど、同時にクロードコードとかあとマナスとかそういった AI エージェントを横で動かしておきたいんですよね。チャット型の AI を使う上ではやっぱり縦型の方が情報を見やすいというところが一番大きいので、これを実現できるのがピタカのこのスタンドなんですね。ちなみに Apple Pencil ホルダーもついています。これも地味にありがたいポイントですね。安定感という点ではどうしても純正に劣るんですが、使い方の幅の広さという観点ではこちらに軍配が上がります。続いてボールペンです。ラミーサファリの油性ボールペンジェットストリームインサイドのボールペンになります。ラミー筆記具メーカーの中ではもう老舗のブランドですが、中に三菱鉛筆のぬるぬるかけることでもう定番のジェットストリームインクを入れられるようになったというか、もう入っているボールペンなんですね。今まで改造とかをして無理やり入れていたのが正規品で出ているというようなボールペンです。ラミーサファリの唯一無二のこのデザイン性にもうジェットストリームの安定感と安心感のある書き心地がプラスされました。サファリはいろんなペンの種類があるんですよね。万年筆とか水性ボールペンとかあるんですが、油性ボールペンはこのノック式の少しインダストリアルめなデザインになっています。これはもう透明の軸が一番マッチしているかなと個人的には思います。ジェットストリームインクのこの金属製のリフィルとも合わせてすごくかっこいいですよね。そして無印良品の UV ケアアイテムです。薬用ブライトニングの化粧水と UV 乳液というアイテムになります。化粧水乳液にこの、日焼け止め成分がすでに入っているというようなアイテムですね。もうね、僕はとにかく UV ケアが苦手なんです。そんな僕からしたら朝の洗顔で僕は絶対化粧水や乳液は塗るので、そのフローの中にこの日焼け止めを入れ込んでしまえるというのは本当に楽ですね。もちろん日焼け止め単体で使うより効果は薄いんですが、塗らないとか挫折するよりは全然これをつけるだけでいいかなというふうに思っています。日焼け止め成分が入っているので寝る前とかは落とした方がいいです。続いてはデスク周りです。なんといっても今回 Apple のスタジオディスプレイを導入したというのが僕の中では一番大きな変化でした。前々から分かってはいたんですが、Apple 製品同士を連携させるというこのシームレスさたるや、個人的に嬉しかったのはこの画面の明るさの調節が自動で行える点ですね。ディスプレイ自体の最大輝度が高い上に、その環境に合わせて画面の明るさを勝手に調節してくれます。なので逆光のような環境でもストレスがないんです。
ちなみに購入したのは2022年版なので、今年登場した新型ではありません。通常モデルだったら僕は中古の製品で全然問題ないなと思いました。続いてはこちらです。無印良品から出ている、ケーブルマネジメントの隠れた一品なんですが、デスクの背面とか裏とかがちらっと見えた時に、こういったテープ状のもので固定をしていくことによって少し様になるんですよ。特にオレンジのような差し色をうまく使えるとものすごく雰囲気が良くなります。本当にケーブルオーガナイズの最後のタッチさを埋めるようなそんなアイテムです。ミシン目が入っているのが特徴のテープで、長さも自由に調節が可能です。で、テープもかつ199円とお得なので、ぜひ試してみてください。続いてはライフスタイル雑貨、家電ですね。動画でも紹介したシャークのハンディクリーナーです。僕は通常の掃除はロボット掃除機をメインで使うんですが、スポットでここだけちょっと掃除したいというタイミングがあります。どうしても汚れが目についたりだとか、そういった時にハンディクリーナーを別でサブ掃除機のような形で持っておくと便利です。このシャークのハンディクリーナーは、見た目もスマートですよね。そして充電スタンドが同梱しているので、部屋の中で置き場所を固定して本当にスポットで掃除できるっていうのはすごく便利ですね。そして忍者のブラストマックスというミキサーになります。これも直近のモーニングルーティンの動画でご紹介したんですが、毎朝僕は AI と相談したメニューをもう全部混ぜてスムージーにして飲んでいます。で、このミキサーはコンパクトな充電式のものになっています。使っている時にケーブルの長さでちょっと持っていけないみたいな場所の制約もありません。ミキサー自体はかなり強力です。ちょっと驚きました。こんなに簡単に粉砕できるんだっていう。ほぼスムージー専用で僕は使っていますが、どうやらいろんなメニューとかで試せそうなので、ちょっと今後料理のレパートリーを増やすためにもこのミキサー活用していきたいと思います。最後はお部屋のインテリア周り。一番部屋の中で目立つ存在になったこの植物がシェフレラ・アンガスティフェリアという植物です。僕の中で木陰を作るようなイメージで、頭の上から見下ろしてくるような植物が欲しいということで、長らく探していたんですが、こちらを購入しました。実はスタンドで高さを少し持っています。少しというか5、60センチ持っているんですが、これによってもう天井ギリギリまで持っていけるようになったんですね。名前の通りで別に日本原産の植物ではないんですが、この細長い葉っぱとか華奢な雰囲気から少し和の雰囲気も感じますよね。それもあって、僕の部屋のインテリアとも相性がいいんじゃないかなと思っています。大きく曲がって横に広さのあるような植物、やっぱりね、部屋の中で存在感が大きいので、これは本当に入れられてよかったなと思います。この大きさの割にはそこまで値段も張らずに、お得に買い物できたなと思っています。続いてこちらのスツールです。グリーンの色味がすごくいいですよね。バディという電源タップやケーブルをこの中に収納できるスツールになっています。天面は置いているだけで、外すと中にボックスが登場するんです。このボックスの部分にはケーブルを通せるような開口部があるので、ここを使って電源タップやケーブルを出したり収納したりすることができます。ある種電源タップをもうスツール化しましたというようなアイテムですね。で、公式の画像にもある通りでカラーのケーブルとも相性がいいんですね。で、僕はもうそれを見習ってグリーンにはこのイエローのソフトタイプの延長コードをつけています。この天板はウッドなんですが、このスツールのこの足の部分は金属製になってます。なので、一定発熱とか、あと火災対策みたいなところまで考えられているようなアイテムです。そして最後はスマートロックです。セサミのアイテムを初めて導入してみました。セサミはやっぱりコスパが魅力ですね。これら合計で1万円程度なんですが、家の鍵を指紋で解錠することができるようになりました。この指紋だけではなくて暗証番号でも解錠が可能です。僕結構ね、自分の指のコンディションでたまに家の鍵開かないので、それこそ雨の日とかね、指が濡れてるだけで開かなくなってしまうので、こういった解錠方法をいくつか用意してバックアップを取っておくのはめちゃくちゃ大事です。なんか充電の頻度が高いというわけでもないですし、見た目のシルバーの雰囲気も部屋のインテリアとの相性がすごく良いです。
なんか機械っぽくて悪目立ちしないっていうのもいいですね。オートロックなども仕込めて、スピードはアプリ側で調節もできるので、この値段でもう十分すぎるほどの機能が揃っています。以上がこの1月から3月にかけて僕が購入したアイテムの中で特におすすめしたいものたちでした。概要欄には購入できるリンクや、あとそれぞれのアイテムについてより詳しく紹介した動画を別途貼っておきますので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げています。これらも見てみていただけると嬉しいです。高評価やチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで今日はこの辺で、以上なごみ家でした。では。